皆さんこんにちは。今回はスペクトラレイヤーズプロ11の使い方について解説していきますよ。このソフトはノイズ除去やステム分離などモダンなオーディオ編集に欠かせない機能がてんこ盛りなんです。今までこの手のソフトを何度か試したんですが、難しくて使わなくなってしまったんですよね。私でも使えるでしょうか？なんとかしましょう。ちょっとこのサンプルを聞いてみてください。ピザじゃなくてピッツァです。どこにノイズがあるかわかりますか？全然わかりませんね。ではこうならどうですか？ピザじゃなくてピッツァです。あ、これなら目で見て判断できるのでわかりやすいですね。そうですね。今何をしたかというと、音をいくつかのレイヤーに分解したんです。こうすればどんな種類の音が含まれているか理解しやすいですよね。はい。ピザじゃなくてピッツァです。このようにスペクトラレイヤーズプロの一番の特徴は、音の要素を分解して視覚化できることなんです。声とノイズ成分を分解したり、楽曲をステムに分解したり、幅広い用途で使うことができますよ。ちょっと今からアルバイトして買ってきますね。次は使用できる形式と各モードの基本的な操作について説明していきますね。スペクトラレイヤーズプロはスタンドアロン、ARA 対応しているソフトの外部エディター以上の3つの形式で使用できます。まずは単体で使用する形式のスタンドアロンを使って基本操作について解説していきますね。最初にホーム画面にオーディオファイルをドラッグ&ドロップしてプロジェクトを作りましょう。真ん中にあるのがスペクトラルディスプレイといって、このソフトの心臓部になる部分です。横軸が時間軸、縦軸が周波数、色の濃さが音の強さを表していますよ。 DAW の波形表示と何か違うんでしょうか？グッドな質問ですね。ちょっとこれを聞いてみてください。音の大きさとか長さはわかりますが、高さまではわかりにくいですね。ではこれならどうですか？あ、下の方が濃くなっているので低い周波数が強めなんだなってわかりました。そうですね。この見方がスペクトラルディスプレイの基本なので必ず覚えておいてくださいね。次に右下のレイヤーパネルにサンプルをもう一つ読み込んでみましょう。このボタンを押すとレイヤービューに入ります。各レイヤーを色分け表示したり、レイヤーごとの編集ができますよ。順番が前後しましたが、最初に説明した方がコンポジットビューといって各レイヤーをまとめたものが表示されています。画像編集ソフトで例えると分かりやすいですね。基本的にはこの2つのモードを切り替えて使っていきますよ。ショートカットはキーボードの C です。次にツールとモジュールについて実際に使いながら解説していきますね。右側のリストにあるのがモジュールといって、ノイズ処理のためのいろいろな機能が用意されています。名前にアンミックスとついているモジュールが音を分解するタイプで、それ以外が一般的なノイズ除去系のモジュールになりますよ。ではアンミックス系のモジュールを使ってこのサンプルのリップノイズを消してみましょう。次回の配信は秋頃の予定となっております。こういうペチャペチャしたリップノイズ除去におすすめなのがアンミックスコンポーネンツです。パネルを開いてアプライを押すと、トーナル、トランジェント、ノイズの3つのレイヤーに分解されます。トーナルが声の音色、トランジェントが音の立ち上がりの部分、ノイズがザラザラした成分です。このサンプルの場合はトランジェントレイヤーにノイズが入っているようです。そうですね。ペチャペチャしたリップノイズはトランジェントレイヤーに入りがちです。ノイズが特定できたので早速処理していきましょう。特定の範囲だけを処理したい場合は左上の選択ツールを使います。選択範囲の時間軸全体を選択したい場合は時間選択ツール、選択範囲の周波数全体を選択したい場合は周波数選択ツール、特定の周波数を選択したいときは長方形ツールか楕円形ツールを使いましょう。ちなみに長方形ツールを使うと囲った範囲だけを視聴できるのでノイズを探すときにとても便利ですよ。選択できたらディリートを押して削除しましょう。少しだけ弱めたいなって時はゲインモジュールか消しゴムツールを使えば OK ですよ。シフトを押しながら選択ツールで範囲を増やす。オルトを押しながらだと範囲を減らすことができます。コントロールと D で選択の解除、コントロールとシフトを押しながら D で再選択ができます。次回の配信は秋頃の予定となっております。次はこのサンプルを聞いてみてください。今日の関東地方の最高気温は70度、最低気温はマイナス15度の予想です。今度はところどころプチプチとなっていますね。そうですね。こういう細かいクリック音にはリクリックという専用モジュールを使いますよ。リクリックはクリック音だけに反応して処理してくれるので範囲選択しなくても大丈夫なんです。プリセットのライトを選んで何回かアプライを押して調整しましょう。今日の関東地方の最高気温は70度、最低気温はマイナス15度の予想です。自動で消しきれなかった部分があるので手動で処理していきますよ。
これを手動で消すのは難しそうですね。安心してください。とっておきのツールがあるんですよ。破裂音のような短めのノイズにおすすめなのがヒーリングプロセスです。ヒーリングプロセスは選択範囲の周りの情報をもとに新しいサンプルを生成してくれるんですよ。範囲選択した状態でメニューのエディット、ヒール、バーティカリーを押してください。今日の関東地方の最高気温は70度、最低気温はマイナス15度の予想です。編集が終わったらファイルメニューのエクスポートレイヤーかレイヤーパネルから直接ドラッグ&ドロップして保存しておきましょう。次は ARA を使った DAW との連携について見ていきますよ。ところで ARA とは何でしょうか？ ARA は DAW と特定のアプリを統合して使える企画のことを言います。もしメロダインをスタンドアロンで使った場合、一旦書き出してから DAW に渡す必要がありますよね。そうですね。やり直したい時はまた書き出しをしないといけないのでめんどくさいなと思います。あるあるですね。ですが ARA 形式で使うと DAW 内に内蔵されたトラックと同じように扱えるようになるんです。DAW 側の編集と ARA プラグイン側の編集が双方向に反映されるのでリアルタイムに近い編集ができるんですよ。なるほど。書き出しの作業がいらないのはとても効率的ですね。今回はスペクトラレイヤーズプロとキューベースを連携して使う方法を解説しますね。設定はとても簡単で、オーディオクリップを選択して情報ラインかトラックインスペクターのエクステンションの項目でスペクトラレイヤーズを選択するだけです。適用されるとオーディオエディターの代わりにスペクトラレイヤーズプロの画面が開きますよ。キューベースと連携できるなら耳コピとかミックスにも活かせそうですね。もちろんです。聞き取りにくい音を分解して確認したり、ミックスのバランスを調節し直したりもできちゃいます。楽曲の分解にはアンミックスソングというモジュールを使いますよ。現在のバージョン11だとボーカル、ドラム、ギター、ピアノ、サックスとブラス、ベースの各パートに対応しています。サンプルを用意したので聞いてみてくださいね。夢の続きを目指して青空にちゃんと決めて、夢の続きを目指して青空にちゃんと決めて。分解が終わったらドラッグ&ドロップしてキューベースのオーディオトラックで編集できます。ありがとうございます。これでコード進行がインターネットにない曲でも大丈夫ですね。ところで最近かっこいいドラムループを手に入れたんですが、ワンショットに分解して使いたいんですよ。何かいい方法はありませんかね？なんとかしましょう。スペクトラレイヤーズプロにはドラム専用のモジュールであるアンミックスドラムスも用意されているんですよ。今からドラムループの分解方法をお見せするので一緒にやってみましょうね。まずサンプラーで使いやすいようにいらない部分をカットしていきます。次にアンミックスドラムスを適用して分解します。キックの音がスネアのレイヤーに被っているので、トランスファーツールを使って元に戻してあげましょう。このツールを使うと、レイヤー間でデータの移動ができるんですよ。後ろの方に少しハイハットが被っているので、ヒーリングツールで削除します。今度はスネアのアタック音がキックに混ざっているので、トランスファーツールでスネアのレイヤーに転送しましょう。ハイハットも同じように修復していきます。次は動画編集ソフトとの連携について解説しますね。スペクトラレイヤーズプロは動画ソフトの外部エディターとしても使用できるんですよ。今回はダヴィンチリゾルブを例に解説しますね。早速初期設定から見ていきましょう。まず環境設定に入ります。
次に、オーディオプラグインの項目に進んで、一番下の外部オーディオ処理の設定の追加を押して、パスの部分にスペクトラレイヤーズプロを選んでください。初期状態だと名前が入力されていないので、手動で入力しましょう。ここで一旦ダヴィンチを再起動します。次に、フェアライトの画面に移動してください。リスナーが情景を想像しやすくする、飽きさせないこと。この2つ。処理したいオーディオファイルを右クリックして、外部オーディオ処理の項目でスペクトラレイヤーズプロを選ぶと、外部エディターとして起動します。わかりやすいようにざっくりカットしてみましょう。必要な処理が終わったら、プロジェクトタブを右クリックして、アップデートリゾルブファイルを押すと、ダヴィンチ側のファイルに反映されます。リスナーをしやすくすること。最後に、いろいろな場面で役立つ、スペクトラレイヤーズプロの便利テクニックを3つ紹介していきますよ。便利テクニック1つ目は、文字起こし機能です。動画に字幕をつけるのって結構しんどいですよね。はい、セリフが多いと心が折れそうになりますね。わかります。そんな時、アンミックストランスクリプションを使うと文字起こしをしてくれるので作業時間を節約できるんですよ。右側のモジュールの中からアンミックストランスクリプションを選んでアプライを押しましょう。処理が終わるとスペクトラルディスプレイの下に文字が表示されます。次に右下のアイコンを押して編集パネルを開いてみましょう。このパネルでは間違っている部分を修正したり、テキストや CSV で書き出すこともできますよ。書き出し形式は SRT ファイルにも対応しているので、ダヴィンチリゾルブに読み込めば簡単に字幕が作れちゃいます。先日、5月16日は、小春立花の誕生日でした。便利テクニック2つ目は、エアコンノイズの除去です。夏場の録音って暑いからエアコンつけたままにしがちですよね。そうですね。うまく歌えたなぁと思って聞き直してみたらエアコンごと録音していることが多いですね。ですよね。では、スペクトラレイヤーズプロの機能を使ってエアコンの音を消してみましょう。そんなことができるんですか？アンミックスノイジースピーチです。ラジオネーム、山岡さんからいただきました。ありがとうございます。このサンプルにアンミックスノイジースピーチを適用すると、声とバックグラウンドノイズに分解されます。ラジオネーム、山岡さんからいただきました。ありがとうございます。もうこれで大丈夫そうですね。でも、よく聞くとノイズレイヤーの方に少し声が混ざっちゃっているので、救出してあげましょう。わかりました。ですが、このままだと場所を探すのが大変そうですね。グッドな質問ですね。こんな時は、アンミックストランスクリプションで文字起こしをして、目印に使うとやりやすいですよ。文字を見ながら、声の部分を選択していきましょう。次に、トランスファーツールを使って、声のレイヤーに戻してあげれば完成です。ラジオネーム、山岡さんからいただきました。ありがとうございます。便利テクニック3つ目は、音漏れしたクリック音の除去です。ところで、この前レコーディングしてきたボーカルにクリック音が被ってしまっていたんですよ。どうにかならないですかね。なんとかしましょう。まずはこのサンプルを聞いてみてください。夢の続きを目指して青空にジャンプ決めて。さすがにこれは厳しそうですね。安心してください。アンミックスソングを使えば簡単に分離できちゃいますよ。このモジュールはとても万能で、クリックをドラムと認識してボーカルと分離してくれるんです。夢の続きを目指して青空にジャンプ決めて。こんな裏技的な使い方があったんですね。ワンクリックで綺麗になってしまいました。そうですね。でも最後の方にまだクリックが残っているので取り除いていきましょう。決めて。このパターンだと探すのがかなり難しそうですね。そうですね。今回は元々のクリックのレイヤーを目印にして逆算して探していきますよ。この2箇所の欠けている部分がボーカルに入り込んだ部分ですね。選択ツールで視聴しながら探していきましょう。ノイズの場所が見つかったらヒーリングツールで消します。もう1箇所も同じように探していきましょう。決してデコボコになってしまった部分はフリークエンシーリペアツールでなぞると修復できます。夢の続きを目指して青空にジャンプ決めて。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
ペクトラレイヤーズプロの使い方は分かりましたか？はい、もちろんバッチリですよ。私がスペクトラレイヤーズプロを推している理由は、アップデートがめちゃくちゃ多いことと、開発者のロビンさんがとても親切なところです。アップデートはとても頻繁で、バージョン11の最初のリリースから約半年間で6回も行われているんです。バグフィックスだけでなく、新機能も追加されているので、無料で大丈夫かなってなるレベルですね。ロビンさんは、フォーラムでユーザーのリクエストに丁寧に答えてくれるんですよ。私もよく質問してます。最近では、プロツールスに下位バージョンがバンドルされましたが、まだまだ知名度的には低いので、これからもっと流行ってくれたらいいな、と思います。この動画を見てスペクトラレイヤーズプロに興味を持った方は、ぜひ使ってみてくださいね。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。